今回は特許第785万9641号に基づくホワイベクターサーチエンジンを紹介します。これはあらすじの断片だけしか覚えていなくても映画やアニメを見つけ出せる技術です。普通の検索エンジンが単語を探すのに対し、この技術は意味や感情のつながりを理解して検索する点が特徴です。記憶が曖昧でも、タイトルを知らなくても作品を探せる、まさに活用裏技の第2弾です。こちらの技術は、特許第785万9641号として正式に認められた特許取得済みのシステムです。このシステムの特徴は単語単位ではなく、文章の意味自体をベクトル化して類似度を検索する点にあります。つまり、キーワードが一致しなくても、言いたいことが近ければちゃんとヒットします。さらに注目すべきは、文章の中からなぜという動機や感情の部分だけを抜き出して照合する仕組みになっていることです。そのため、検索結果にはなぜその答えが選ばれたのか、類似度スコアと理由までしっかり説明してくれます。例えば、あったかい上着と検索すると、単語は全く一致しなくてもダウンジャケットが見つかるというわけです。今回用意するデータは、input.txt というテキストファイル一つだけです。中身は作品名とその作品がどんな断片で記憶に残るかという説明文を12作品分まとめています。セリフや原文は一切使わず、著作権に配慮して自分の言葉で情景や感情を表現しています。これによって作品探しの精度を上げることが狙いです。この仕組みはたった3つのステップで動きます。まずステップ1はホワイ抽出。これは説明文からなぜ記憶に残るのかというポイントだけを抜き出す作業です。次にステップ2はベクトル化。言葉を意味の座標、つまり数字の並びに変換していきます。最後にステップ3、類似検索で質問に最も近い作品を探し出して、その理由も説明してくれます。大きなポイントは、題材が変わってもコードを一切修正せずに、input.txt の中身を変えるだけで対応できるということです。main.rs はまさに受付係の役割を果たしています。やることはとてもシンプルで、コマンドの引数を見て3つの仕事のどれかに振り分けるだけです。ホワイなら抽出係へ、VEC なら変換係へ、そしてクイアリーなら検索係へと担当を分ける、この交通整理が主な仕事です。ここには複雑な処理は一切なく、まさにシンプルイズベストの設計と言えます。次は、why_except.rs の説明です。これは、なぜ記憶に残るのかだけを抜き出す名人のような役割を持っています。具体的には、あらすじの説明文を読み込んで、GPT-4 に動機や感情、つまりホワイだけを抜き出してと依頼します。例えば、名前を忘れるや記憶を消されるといった部分がまさにそのホワイにあたります。抽出した情報は UUID で識別して人形式で保存し、その後の処理へと引き継ぐ流れになっています。3つ目のポイントは、vectorize_why.rs というコードの解説です。言葉を意味の地図の座標に変える魔法のような仕組みなんです。例えば、切ないと胸が締め付けられるという言葉は、この地図の上でご近所さんのように近い場所に配置されます。意味が似ている言葉ほど座標が近くなる、これがベクトル化の正体です。そして、この全作品分の座標データを vector.gin に保存して、準備は完了となります。ここでは、いよいよ検索の部分、query_why.rs のコード解説です。質問文を同じ座標化の方法でベクトルに変換し、データベース内の全作品とコサイン類似度で距離を計測します。その中で一番近い作品がズバリ、回答として選ばれます。単語が完全に一致していなくても問題ありません。
最後に GPT-4O がなぜこの作品が適切なのか、その理由を根拠を持って説明してくれます。ここが特許の見せ場となる重要なポイントです。ここで実演をお見せします。こんな聞き方で本当に当たるのか、エンファシス試してみましょう。質問は、別れた恋人の記憶を消してもらう話で、消される途中に必死で隠そうとするやつ。タイトルが出てこないけど、なんて映画ですか？というものです。すると、回答は、エターナルサンシャイン、2004年アメリカで、類似度は 0.89 と非常に高いんです。しかも、作品名や監督名、俳優名などの具体的な情報は一切入力されていません。覚えていたのは筋書きの断片だけで、この映画を特定できたということがポイントです。根拠としては、質問に含まれる動機や感情が、コーパス中の記述と意味的に非常に近いからです。これがホワイベクターサーチエンジンの実力です。ここでは、わざとコーパスに存在しない題材について質問してみます。例えば、宇宙船で虫みたいな怪物と戦う話、なんていう映画ですか？という問いです。結果はご覧の通り、どの回答もスコアは 0.3 前後と非常に低いです。このスコアが示すのは、0.7 以上なら実用、0.5 から 0.7 は要確認、そして 0.5 未満は該当なしということです。つまり、当たっていない場合でもスコアで判断できるので、誤った答えをはっきり示さない点が重要です。ここが、それらしい答えを断定してしまう AI との大きな違いになります。このコード一式は GitHub からダウンロードでき、ラストの実行環境と OpenAI の API キーがあれば、今日から同じ実験を手元で行うことができます。やることは、input.txt をお好みのジャンルに差し替えるだけで、コードの修正は一切不要です。コマンドを3つ順番に実行するだけで簡単に使えますので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。次回のボル3では自分のメモ検索についてお話しします。書いたことは覚えているのに、どこに書いたかわからないというお悩みをしっかり解決していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そうすればシリーズの最新情報がすぐに届きます。お問い合わせやコードは github.com/nextgenai-coder と www.urata-soft.org でご確認ください。株式会社浦田ソフトがお届けしました。